今日は豚玉キャベツ焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚玉キャベツ焼きを作っていきたいと思います。今回はですね、普通のプレーンタイプと、あとはしらすチーズ味のキャベツ焼きを作っていきます。今回は豚玉キャベツ焼きということで、粉類は使わずに作っていきたいと思います。あとはですね、上手に焼いて、そして簡単に2つ折りにできる方法もご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、豚バラの薄切り肉、卵、とろけるチーズ、しらす、マヨネーズ、お水、だしの素、塩コショウ、サラダ油、そしてトッピングにマヨネーズ、お好みソース、青のりを使っていきます。まずキャベツなんですが、千切りした状態でだいたい 150g ほど使っていきます。そして豚肉ですね。今回は豚バラの薄切り肉を使います。こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。そして今回ですね、豚玉キャベツということで卵を使っていくんですが、卵液にマヨネーズを加えていきます。そうすることで卵がね、柔らかい仕上がりになります。卵の味付けはね、だしの素で行っていきます。そして今回2種類ということで、普通のプレーンタイプキャベツだけのものと、あとはね、しらすとチーズを加えたもの、こちらの2種類作っていきたいと思います。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずキャベツですね。こちらをスライサーで薄切りにしていきます。包丁を使っていただいてももちろん OK です。スライサーを使う時も包丁を使う時もね、手を怪我しないようにだけ十分に注意して行ってください。ではスライスしていきます。スライサーでね、薄くスライスしていただくことでキャベツがね、ふわっとなるのでとても美味しい仕上がりになります。包丁で切るときはですね、少し薄めにね、スライスしてみてください。はい、キャベツはね、このように細めにね、スライスしてみてください。スライサーがあるとね、このようにふわっとした感じになります。このようにね、細めに切っていただくことで火の通りも良くなります。それでは続いてお肉に下味をつけていきます。今回私が使う豚バラ肉は最初から切れてるものになってます。もし長いものの場合はだいたい10センチから15センチぐらいの幅に切ってみてください。そしたらね、このように広げてください。はい、こんな感じでね、お肉を広げます。そして塩コショウで下味をつけてください。片面だけで OK です。お肉はこのように準備しておきましょう。では続いて卵ですね。卵は1つずつ分けて作っていきます。まずね、卵を1個ずつ割り入れてください。そして続いてここにだしの素を小さじ4分の1ぐらいずつ入れてください。お水は大さじ1杯ずつですね。こちらを入れていきます。続いてマヨネーズです。マヨネーズも小さじ1杯ぐらいですね。それぞれ入れてください。入れたらですね、1つずつよく混ぜましょう。通常ね、卵の中にマヨネーズを入れるときはしっかりね、マヨネーズをお水で溶いてから入れるんですが、今回はね、少量なので直接入れてます。なのでダマにならないようにしっかりめに混ぜてください。このようにね、マヨネーズを卵に加えていただくと柔らかいね、仕上がりになります。はい、OK です。このようにしっかり混ぜてください。こちら側もね、同じように混ぜていきます。はい、卵の準備はこれで OK です。このようにそれぞれ溶きほぐしておいてください。それでは焼いていきます。今回は直径20センチのフライパンを使います。ここでもう一つポイントなのがこちらです。くっつかないタイプのアルミホイルを使っていきます。くっつかないタイプのアルミホイルも裏表ありますので、必ずこのつるっとした表面を表面に出してください。そしたらね、こちらをフライパンに敷きます。この時もう一つ注意していただきたいのが、このアルミホイルがフライパンの外に出ないようにだけ注意してください。そしたらですね、まだ火にかけない状態で、ここにね、まずお肉を並べていきます。はい、このように並べます。こんな感じですね。そしたらここに卵液を流し入れます。そして全体に広げましょう。こんな感じです。このように広げます。そしたら火にかけてください。火加減は弱火です。このままですね、卵は半熟ぐらいになるまでまず焼いていきます。
はい、今ねだいたい4分半ほど焼きました。このようにね卵の表面が半熟になってお肉にだいたい8割か9割ぐらいですね火が通れば OK です。ここでねお肉があんまり厚すぎるとお肉に火が通らないので薄めのお肉をね使っていただくのがおすすめです。そしたらここにたっぷりねキャベツをのせましょう。あとはですねこのまま卵にしっかり火が通るまで焼いていきます。だいたいね1分から2分ぐらいを目安に焼いてみてください。ちょっとね目安が分かりにくい時は少しねこうキャベツを持ち上げてチェックしていただくといいかなと思います。この時もねやけどしないように注意してください。火加減はねこのままずっと弱火で焼いていきましょう。はい、今ね2分ぐらい経ちました。これでちょっとめくって卵とねお肉に火が通ってれば OK です。そしたら火を止めます。そしたらですねお皿を用意してください。そしてフライパンからキャベツ焼きを取り出します。この時やけどしないように注意してください。そしたらこれを2つに折りましょう。よいしょ。折ったらですねペーパーをかぶせてそして形を整えます。そして開きましょう。よいしょ。そしてアルミホイルを外します。このようにとっても美味しそうに仕上がってます。ではね最後こちらトッピングしていきます。まずソースをかけます。続いてマヨネーズですね。そして最後は青のりです。こんな感じでね美味しそうに仕上がりました。このようにボリューム満点です。それでは続いてしらすとチーズバージョンを作っていきます。こちらも同様にまずアルミホイルを敷いてください。そうしましたらアルミホイルに豚肉を敷きます。はい、このように敷いてください。そしたら卵液を流し入れましょう。そして全体に一度広げます。そしたらこちらはですねこのタイミングでチーズとあとはしらすをのせてください。そして火にかけます。この時もアルミホイルがフライパンの外側に出ないように注意してください。そして火加減は弱火です。このまま半熟ぐらいになるまで焼いていきます。はい、今ね5分ほど経ちました。このようにお肉が8割9割火が通ってそして卵が半熟になったらここにキャベツをのせます。たっぷりのせてください。そしてこのままだいたい1分から2分ぐらいですね焼いていきます。火加減はそのまま弱火です。はい、いい感じに焼けました。今ね1分半ぐらい焼いた状態です。そしたら火を止めます。それではお皿を用意してください。ここにキャベツ焼きを置いてそして半分に折ります。折ったら上からペーパーで形を整えてください。直接触るとね熱いので注意しましょう。そして剥がします。このようにキャベツたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そしたらねアルミホイルを外しましょう。しらすチーズ味はこんな感じです。このようにねとても美味しそうに仕上がってます。こちらはねしらすとあとはチーズで味がついてるのでこのまま美味しく召し上がってください。はい、これで豚玉キャベツ焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねキャベツがふわふわでたっぷり入ってボリューム満点な仕上がりになってます。そしてこちらがしらすとチーズバージョンです。こちらの方はねしらすとチーズでしっかり味がついてるのでそのまま美味しく召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずプレーンタイプからいただきたいと思います。ではいただきます。おいしい。卵も柔らかくてそしてキャベツがふわふわですごく美味しいです。スライサーでキャベツを切るとねかなりねふわっとした仕上がりになります。ではこちらしらすとチーズ味もいただきます。こちらはしらすの塩味とチーズのコクが加わってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚玉キャベツ焼きのポイントです。まず
キャベツなんですが、できればねスライサーなどを使って薄めに切ってみてください。そうすることでねすごくふわっとした美味しい仕上がりになります。もしスライサーがない時はね包丁で薄めに切ってみてください。ただですね、スライサーを使う時も包丁を使って薄くスライスする時も手や指を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。そして卵なんですが、今回卵の中に少しマヨネーズを加えてます。マヨネーズを加えることで卵をそのまま固めてもねふわっと柔らかい仕上がりになります。ほんのちょっと入れるだけなんですが、ぜひ入れて作ってみてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、今回くっつかないタイプのアルミホイルを使いました。そうすることで半分に折りたたみやすくなるのと、あとはね直接フライパンで焼くとお肉が焼き上がる前に焼き色がねつきすぎてしまう時があります。アルミホイルを1枚かましていただくことでゆっくりね焼き色がついていくので、アルミホイルをかましていただいた方がね作りやすいと思います。こちらですね、くっつかないタイプのアルミホイルも裏表ありますので、裏表間違えないようにだけ注意していただけたらと思います。あとはねくっつかないタイプなのでフライパンにねへばりつくこともないので失敗なく作れると思います。一つ注意していただきたいのが、フライパンからアルミホイルがはみ出ないようにだけ注意してください。そして焼く時はですね、まず火にかける前に豚肉を並べて、そして卵液を流して全体に広げてください。それから火にかけて弱火でじっくり焼くようにしてください。中火で焼いてしまうとね焼き色が早くつきすぎてしまいますので注意していただけたらと思います。そして半熟ぐらいまで卵が固まったらキャベツをのせて、そしてだいたい1分から2分ほど焼いてみてください。ちょっとね火の通りがね心配な場合は途中でねキャベツをねやけどしないようにめくって、卵とお肉にね火が通ったかチェックしていただくといいかなと思います。このキャベツに関しましてはあんまりね加熱しすぎるとキャベツから水分が出始めてしまいますので、キャベツを置いてからはね2分以上はあんまり焼かないように注意してください。あと蒸し焼きしてしまってもね水分がかなり出てしまいますので、蒸し焼きせずにそのまま焼くようにしてください。そして卵と豚肉に火が通ったら取り出して、そしてアルミホイルごと2つに折りたたんでください。形を整える時はそのままね触るととても熱いので、キッチンペーパーなどを使って、そして形を整えてください。あとはねお好みでトッピングして召し上がっていただけたらと思います。しらすとチーズの方に関しましては、しらすとチーズにも味がついてますので、そのまま美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚玉キャベツ焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。